あなたは知っていますか？星降る夜に夜を徹して舞う星の神楽。その夜神楽は宮崎県の東村という地域にある白見神社で行われます。神々に寿命ができたきっかけとなった岩永姫という山の神様が祀られるこの白見という村に、柚子の収穫のお手伝いという縁でつながった私たち。そんな私たちがここ白見でどんな風に過ごしているのか、そして宮崎県で初めて国の重要無形民族文化財に指定された白見神楽の一部を皆様にお届けします。今日は柚子の収穫のお手伝いの日。私たちがお世話になっているのは神楽の里という会社で、柚子の生産や加工を行っています。柚子園は会社のすぐ近くや遠い場所だと約1時間の場所にもあり、合計で40カ所以上に柚子園があるそうです。今回柚子の収穫に向かった園は白見の村から約40分ほどの山中にありました。ここは傾斜がきつく、社員の方々でも億劫になってしまうほどの場所。同行させてもらいましたが、装備不足で危うい場面も。こういう傾斜地ではスパイクがついた足袋の方が安全だということを身をもって体験しました。柚子の収穫にはいろいろな手順があって、まずは手の届く範囲にある柚子をみかんばさみを使って取っていきます。そして手が届かない場所にある柚子は高枝ばさみを使って落とします。落とした柚子は他の柚子が傷つかないよう出っ張っている枝をみかんばさみで落とします。枝を落としたらコンテナに集め、運搬機を使ってトラックに集められ会社に持ち帰るというのが柚子を収穫する一連の流れです。いただきます。疲れた。お昼になったので持参したお弁当を食べます。お弁当は前日の夜に準備して持ってきますが、山の中で食べるお弁当は冷めていてもかなり美味しく感じます。太陽ってすげえって思う。いや、すごいよ。太陽が出てればお湯も作れるし、火も起こせるしな。コンテナは時に椅子やテーブルに早変わり。万能なやつです。寒い。しょうがない。そして朝入れたコーヒーはスタンレーの水筒に入れて持参しているのですが、このコーヒーの味が山で飲むと感動するほど美味しいのです。登山した人がよく言う山頂で食べるおにぎりは美味しい説は間違っていないことが証明された瞬間でした。さて、午後も午前中同様、柚子の収穫が続きます。最後に計量された柚子を持って会社へ帰ります。見てた。こっち。ただいま結果。ただいま。にゃははは。ただいま。
かえり。たまおかえり。お前ら遅いぞ。気持ちいいな。ご飯食べるよ。食べますよ。うん気持ちいい。気持ちいいね。ご飯食べよう。ご飯食べるよ。じゃあお疲れ様でいす。いよ。ゆず取りを終えましてお疲れ様でおす。疲れ様です。うまい。はい。しし肉。やばくない？これどの部位なんだろうな。天然じゃねえか。ロース？何？野生死肉。野生イノシシの肉。基本野生じゃない。わかんない。わかんないね。そればっかりはね。でも昔なんだっけ、イノシシ牧場ってあって、イノシシをこうレースさせて、それを観光客が見物して、でイノシシの肉も食べられるところがあったけど、もう捕まえてくんのかな、イノシシ。わかんない。これ何、ブロックを切った？ブロック切った。やば、皮ついてるもん。そう、皮がさ、結構さ、硬かったんだよ、これ。でしょ。めっちゃ硬かったの。包丁わざわざ研いだもん。ちょっとジュっていう。これやばいだろう。いいね、いいね。贅沢すぎる。最高じゃん。だからここの仕事はやめられない。もうあれだもんね。現金だよ。普段さ、漁やってんだよっつって、休みの日は漁師、佐賀の方とかまでちょっと獅子を取りに行ってんだよって。違うよ。休みの日は川と山の漁をやっててって言って、明日休みで佐賀に行くって言って。そうだね、趣味が漁って言ってたよね。そこで、すかさずたまちゃんはあれだもんね。待ってます。そしたら初め笑ってたから微妙かなと思ったら持ってきてくれる。ジビエとか大丈夫ですか？もう全然好きです。持ってきてくれる。最高じゃん。でもなんか香りがすごい。すごいね。ちょっとやっぱ牛肉焼いてる時の匂いと違う匂いがする。しかもだってさ、こんぐらいのなんかさ、ブロックでさ、2800円ぐらい。そう山の駅で売ってた。ちょっと汚い話になっちゃう。山の駅で売ってたやつでしょ。そう。2800円ぐらいで売ってたじゃん。こんぐらいのがさ、5本か6本ぐらい入ってたよ。ねえ。いやほんと5本入ってたよ。でしょ？めっちゃ量があった。すごいね。ね、取ったやつを新鮮なやつもね。すげえなー、うまそうけどちょっと早かったね、ひっくり返すのが。でも早い方がいいんだよ。ダメだよ。やっぱ香りは豚に近いな。見た目も豚に近いもんね。豚に近いね、匂いも。油甘いのかな。いや、甘いっしょ。最高じゃん。うまっ。やばない？全然臭くないよね。うまっ。うまっ。最高だね。すごいね。やっぱ皮以外のところはすごい歯切れがいい。皮のコリコリがまた超うまい。皮のコリコリ美味しい。これはいかんやつやな。これ毒やで。皮だけいっちゃいました。いや最高や。皮だけでいっちゃいました。そして明日の神楽が楽しみだな。ね。神楽は楽しみだよ。この人たちは本当いい人たちしかいない。本当だね。なんかみんな家族か親戚みたいな。それは親戚だね、完全に。食べれるかな。いけると思う。これいけると思う。多分いけると思うよ。皮がない。豚まちゃんに皮食べられたやつ。
うまい。いくらでも食べれる。やばい。この時期のあれだっつってたね、イノシシは。なんだっけ、どんぐりとか。そうそう、栗とか食べてる。栗とかか、食べてるから脂も乗ってきて、めっちゃうまいって言ってたね。柚子取ってる時にさ、うん、栗めっちゃ落ちてたじゃん。うん、あれ全部中身なかったよね。うん、あれイノシシなんでしょう。そりゃあんな豪勢な食事してたらさ、美味しくなるよね。なるね。これは我々があれか、そうだよ、瓶詰めしたやつだよ。取ってる柚子が加工されてそうできてきてる柚子胡椒ですね。赤柚子？こう俺のあれだよ、辛くない。辛くない。たまちゃんの辛くないやつ。辛くないやつ。シ肉私生まれて初めて食べたよ、この焼肉で。焼肉は初めてだよね。なんか前うどんを食べたことあったけど、うん、これはないよ。ね、焼肉で食べれるっていうのは初めて知った。うまい。やばいね。超うまい。これいけるかな？いけんじゃない？いけそうだよ。さっきからいけるかなしか言ってない。確かに。確かに。これちょっと多くない？まあでも辛くないから。そういう問題じゃない。そもそも辛い柚子胡椒じゃないから。そういう問題じゃない。柚子ってすごいよね。最高の組み合わせになってねえ、うまいんだよ。もう終盤だよ。もうちょっとでなくなっちまうよね。残念。ホルモンで締めるかね。そうですね。死肉が終わったらホルモンちょっとずつちまちま飲んでね。今日は爆睡だな。はい、今日は終わりです。こいつみたい。ピシ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 。チェイ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 。おやすみ。おやすみ。12月14日、いよいよ白身神楽を見ることができます。白身神楽は別名星の神楽とも呼ばれており、星が舞う日に神に捧げられる舞です。その名の通り、双子座流星群がピークに達するこの日に神楽が舞われるのです。夕暮れ前にお囃子の音が聞こえてきました。この白身地域に点在している各神社から面様と呼ばれるお面が白身神社へと集まります。白身ではこのお面そのものが神様だと考えられており、この神楽によって神々が降臨されるのです。鮭がそれぞれの神社から面様を背負って白身神社に集まり、まずは振る舞われた豆腐を口にし、背負っていた面様は内高野と呼ばれる拝殿の所定の位置へ置かれます。こうして面様迎えが終わり、いよいよ神楽を見る時が近づいてきました。お祝儀袋がなくてお初棒したいです。はい。ありがとうございます。すいません。どうぞどうぞ。
夜の帳が下り、この大祭の執行者全員が集まり、幾重にも清められます。執行者全員のお清めが終わると、祭壇へお供え物が続々と並べられます。一般的な神社では米や日本酒などが供えられますが、白身では一風変わったものをお供えします。それはイノシシの首です。縄文時代から人々が暮らしていたとされるここ白身では、狩猟が盛んで、その歴史背景からイノシシの首を祀るのだそう。イノシシの首が並べられ、なかなか見慣れない生々しい光景ではありましたが、命に感謝するという意味でも見ることができてよかったと感じます。そして式2番の清山から始まり、その後式3番の地割りと続いていきますが、この清山と地割りはそれぞれ山と大地を意味していると考えられ、場の清めという意味で回れる神楽だそうで、この空間や領域を清めているのだそうです。場が清められたら、いよいよ神様が降臨されます。白身地域内にある社に、それぞれ保管されていたお面がこの神楽で集められ、この地に降臨されるのです。この度の折り神楽は当白身神社のご主人西宮大明神の折りでございます。このお面をかぶって神楽を舞うことができるのは、その神社の長である宮司のみで、宮司以外舞うことはできません。まずは白身神社の主神である西宮大明神の面様が登場し、それ以降の神楽にて三宝光神、若男大明神なども登場します。そうして翌日の朝まで夜通し神楽は舞い続けられます。途中お腹が減ったので遅めの夕食にします。境内にはいくつかの出店が出ており、私たちが働く神楽の里の出店へと向かった私たち、手作りの温かいうどんとお蕎麦をいただくことにしました。どちらになさいますか？柏そばとうどんとこんなもん。いただきます。
夜中の3時までは頑張って鑑賞した私たち。しかし、寒さと眠気で朝まで見ることを断念。かろうじてこの後の演目であるししとぎりに間に合うよう、重いまぶたをこじ開け、境内へと向かいます。境内に到着すると、すでにししとぎりの準備が進められており、外荒野に飾られていた榊などの枝葉を外し、それを敷き詰め、狩猟を行うための山が作られていました。ししとぎりとは、イノシシの通った後を訪ねるという意味だそうで、その題名通り、翁とオーナの夫婦が山に入り、イノシシを狩る様子を表現した内容になっています。狩猟での役割として、勢子とまぐしという役割があります。勢子というのは、猟犬とともに獲物を追い立てる役割で、まぐしというのは、勢子が追い詰めてきた獲物を射る役割です。今回の神楽では、翁であるおじいさんがまぐしで、オーナであるおばあさんが勢子です。また、神官の格好をした狩り行事という狩りについての指導をする人物も登場し、3人での問答が進んでいきます。一人で寂しかったわな。配置についた翁とオーナは、昼食をとるため、メンパと呼ばれるお弁当を出します。なぜか翁のお弁当だけ、焦げついたご飯だったり、野菜の切れ端などで、オーナに文句を言いますが、相手にされず、思わずくすりと笑ってしまう場面が多々あります。これまでの厳粛な雰囲気とは打って変わって、終始雰囲気は和やかで、あちらこちらから笑い声が聞こえてきていました。夜通し回れていた白身神楽も、そろそろ幕引きの時間となってきました。お面にほっかむりをした面々が、むしろに臼を乗せて、境内の中を一周し、社務所にある台所に入ります。そして、アフリコたちも台所へと向かいます。台所というのは、人が人として繁栄してきた象徴の場所と考えられているからです。ありがとうございます。板敷払いという台所での神事の最中、参拝客に獅子ずしと呼ばれる獅子肉の雑炊が振る舞われます。死肉が入っとる。2時からご飯炊いてたんでしょ。うん。夜中の2時からってことだよね。うん。すごいなぁ。お祭りの。あ、欲しいなケーキ。死肉だよ。うん、死肉だ。美味しい？うん。美味しい。すんげえいっぱい入ってる。すごいじゃん。うん。締めに獅子雑炊。うん。昨日の夕方から昼頃まで夜通し神楽が舞い続けられた白身神社の開催。最後に白身地域内にある社へと面様が見送られ、白身神楽は幕を閉じます。こんな風に私たちは今、宮崎の白身という地域で車中泊をしながら、約2ヶ月間生活をしていました。しかし、車の故障によりバンライフができなくなり、現在は家探しの真っ只中です。今回は特別編ということで、これまでのテイストとは一味違った動画をお届けしましたが、次回からはこれまで通り、私たちの日常を Vlog というスタイルでお届けします。ぜひチャンネル登録して次回の動画をお待ちいただけますと幸いです。最後まで
ご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。